皆さんこんにちは、飯塚弘樹です。今回から13回にわたり楽しく覚える奇襲戦法を解説していきます。奇襲はうまくはまれば一気に有利になり、相手の奇襲にも十分対策できるようになります。楽しく覚えていきましょう。第1回はアヒル戦法を解説いたします。それでは解説に移ります。アヒル戦法、戦法というよりどちらかというと囲いなんですけども、戦い方もですね、いろいろとですね用意されてまして、もう本当に実は幅広い戦法なんです。対振り飛車もあったりするんですが、ここでは代表的な、相居飛車の形を取り上げたいと思います。2六歩、8四歩、2五歩、8五歩で、9六歩、これはですね、9六歩は角の頭のこのプレッシャーを緩和する意味で、先に手を出しますと8六歩、同歩、同飛車ですね。これはですね、2四歩、同じく歩、2三歩という、いきなりこう角が、身動き取れませんよね。詰んでます。早速のこうはめ手があるわけです。戻ります。といったわけで、後手も3二金、角の頭を守ってますね。で9七角、端角、いきなり怪しい雰囲気が、漂ってますね。これもですね、実は狙いを持った手でして、中央うっかりしてますと5三角成とこうなると、こういう手を見てるわけですね。で、後手も、守ります。6二銀で2四歩、同じく歩、すいません、同じく歩、同じく飛車で2三歩で2六飛車、手順に、中段に構えます。この飛車が、縦横無尽に動き回ります。で、4一玉で、6八銀で、4二銀、この辺りはお互い着々とですね、駒組みを進めます。後手の動きは自然な構えですよね。で4八銀で、5二金、玉の守りは金銀3枚って言いますよね。カニ囲いですね。で、7九金、3四歩、3九金、なんかこうますます怪しいですよね。金がですね今は、こう両方開いてきました。で、9四歩、5八玉、この構えが、アヒル囲い。なんとなくこう足を広げてる感じがこうアヒルのように見えるんでしょうね。通常の中住まいはこういう形ですよね。これはなんかよく見かける構えなんです。それに対しまして、金を引いてますので、よりですねこう飛車の交換に強い、飛車の打ち込みに強い、そういう趣旨の構えです。一段金に飛車捨てありなんて言いますよね。この効果は後ほど見られると思います。で8四飛車、8四飛車特に上がる必要はないんですけども、ここでは狙いを解説するということでちょっと後手にも少しお付き合いいただいて8四飛車と上がっていただいたと。でもなんとなくこう2六飛車と、対応した手ではありますよね。で、8六歩、同じく歩、
同じく飛車。この辺りがですね実にアヒルらしい動きで、先ほども申し上げましたように飛車交換を狙うのがアヒルの基本戦略ですよね。例えば、同飛車としまして同角としたとします。そうしますと飛車交換ですね。そうしますと、一見こう飛車を打てるようなんですね。角桂両取り、普通はこうですから、これは角と桂の両取りが技ありなんですけども、今回の場合はこのアヒルのこの金が下のが生きているわけです。で飛車を打ちまして、この2九飛車成ができませんよね。ここに一段金の効果が現れているわけです。戻ります。といったわけでして、後手は飛車交換応じることができないんですね。で、8五歩と、一旦交換を拒否します。で3六飛車で3三銀で7六飛車で、5四歩、この辺からですね、またこれ金銀が低く構えている分攻撃参加はどうしても金銀ができないんですね。なので飛車角桂香を中心に軽快に動き回るわけです。7五角で8二飛車で9五歩、香車も攻めに使うと、同じく歩で9三歩、放っておけば、9五香と走りまして、9六飛車と回るような感じですかね。飛車交換になればもう大体それは先手が良くなりますから、はい、で同じく香、奇襲戦法らしくどんどん行くわけです。同じく角成で同じく桂で、9四歩角は切ったものの、桂香を拾えますよね。二枚替えなら歩ともせよ、駒得です。かつですね、9三歩成となった手が次に9三歩成となった手がこの飛車にプレッシャーをかけているわけですね。でここで、大体成功と見たいで以下続けます。8三飛車、9五香で、9二歩、9三歩成同じく歩、9六飛車以下9三香成といった感じでですね、端を破って、飛車の侵入を目論むわけです。依然先手陣に目を向けますとこの硬さが保たれてまして、安泰ですよね。アヒル囲いの強みで、バランスのよくですね、しばらく低い陣形のまま飛車角の追撃は心配しなくていいわけです。思い切って戦うことができます。いかがだったでしょうか。次回は鬼殺しを解説していきます。